Hello， 大家，今天跟我一起来打开一部全新的日本 BL 剧《伪装的真实之吻》。其实它也没那么新了，开播一阵子了，是我生病才耽误了。我们争取赶紧追上进度。哦，这刚开头就在床戏啊，澎湃的音乐。此起彼伏的喘息，危险又迷人的氛围。この日、俺ら史上最高に頭の悪い勝負が始まった。什么意思？又要比谁先让对方爱上自己吗？おいしそう。今期はどうやら俺の勝ちのようだな。四つや。志藤たま跟四たま調谷啊，子が良かっただけでめでたいやつ。めでたいだろう。ところでお前の成績は那两个小屁孩斗嘴前，回あんなに大口を叩いていたのに同事都在偷听恥ず。かしいな。でも2課ではトップの成績なんですから。うるさい。嫌味言いに来たのか。嫌味じゃない。他们的争吵，其他人参与不进去，让他们吵下去吧。お前も早く慣れろよ。なれろって。二人の勝負は営業部の名物だから。俺はこいつよりも3つも多くアイディアがありますが Oh my god！企画は量より質。使えないアイデアは出すだけ無駄だ。お前そんなこと言ってる暇あんならもっと資料作れっつってんだよ。公司一定超爱这两个的，这么甘愿的就为了竞争而为公司多做事。好吧，看来也不是事事都对公司有益。哎呀，这场重要的胜负输了。負けた首藤君には何をしてもらおうかな。是不是攻受之位也分好了？なのになんで四谷さんの前だとああも IQ 下がっちゃうんですかね。あいつの顔見ると頭に血のぼんだよ。看到他我就晕船了。なんでそこまで四谷さんにこだわるんですか。同期だからって以上に何か理由が？あいつとは因縁があんだよ。高校時代からのライバルで。そうなんですか。ちなみに負けた方に罰ゲームとかあるんですか？输了会有尊严上过不去的难受、羞耻。勝者の言うことは絶対。输的人要请赢的人喝酒啊！では俺の営業成績1位を祝って乾杯。感情好嘛，约在家里喝酒。早く開けた方が勝ち。ガキかよ。自信ないんだな。受けて立つ。我就说吧，谁先让对方心动，谁就赢了。又是这个套路哈，以胜負伪装的谈恋愛。俺がいつまでも負けっぱなしだと思ったら大間違いだ。桐谷って秘書家の美人か。今朝こっそり直接渡されてな。これって参るよな。うちの高嶺の花からプライベートなお誘いなんて。不是吧？他是想要标示他的名字的正确念法是吗？どうした。趣味悪い。は？桐谷さん、俺は悲しいよ。あなたが外面だけで男を判断する残念女子だったとは。俺が外面だけの男だと。不过你也承认他长得好看哦。お前に寄ってくる女はみんなそうだったろ。高1の時の吉沢さん、高2の時の咲ちゃんと三井先輩、高3の時の愛理ちゃん。うるさい。よく覚えてんな全員。记住了才能够之后吵架的时候拿来戳你啊！悔しいんだろ。俺がモテるのが。違う。お前仕事はできても女関係はからっきしだもんな。好了，两个人太了解彼此了，往对方最痛的地方戳下去。とにかく女性人気では俺の勝ち。こんなプライドが高くてめんどくさいやつ付き合ったらすぐに化けの皮が剥がれるだろうけどな。は？反正无论如何，嘴巴不能输。勝利に貪欲な男は将来性がある。そして何より俺は顔がいい。何も言い返せないのか？いや、
聞いてるだけ。对啊，你看他居然没有反驳，哎，他果然同意你长得好看。大学の時彼女持ちの男に告白されたこともあるけど汚いな。はあマジで？でもまあ正直お前の元カノたちともいい勝負じゃないか。俺はお前のこと抱くくらいだったら好みじゃない女抱いた方がマシだな。谁要给你なんで抱？俺が抱かれる前提になってんだよ。お前が俺の元カノといい勝負とか言うからだ。前こそ顔の良さにかまけてベッドの上じゃ相手任せのマグロだろ。は？っていうか顔いいって認めてんじゃん。お話ずらした図星なんだろ就说他从来没有否认你长得帅。なんなら勝負してもいい。我靠！所以你们就接到开头那一幕。どっちが行くの長く我慢できるか勝負するか。全お前が言い出した勝負だからな。接受了。後悔すんなよ。行ったら自己申告な。ズルすんなよ。どこ行くんだよ。トイレ。それじゃあ公平性に欠けんだろ。越来越奇怪了。这到底什么奇怪的画面啦？おかしいだろ。何この状況。何って勝負だろ。大学の男ともこういうことって。あ？俺別に男同士がどうとか抵抗ないから。所以你确实也跟其他人做过这种事。四哥，我觉得你很关心他哎。何すんだよ。我就触んな。抵抗ないんだろ。さっきから手止めてんのバレてんだよ。だってこんなの変だし。フェアじゃないだろ。おい亮。你对他有意思很久了。俺の勝ち。靠腰，你算舔手了吧？啊，真奇怪，我为什么也在跟他们争执这个无聊的斗争？もう帰る。おい、俺まだ言ってないんだけど。靠腰嘞！そんなの一人で勝手に。男の経験あんなら抱かせろよ。は？哎いやなんでそうなる？哎，还是要经过人家同意啊，这种事情，お前が勝負のルール破るなんて。这种事情比规则更大吧？男に二言はねえ。好哦，你自己也同意了哦，那就不要后悔哦。唉，所以才有了开头这一幕啦。原来这危险的一幕背后，是两个幼稚鬼在斗争啊！你们两个，该不会不是不知道，一试吓一跳，其实超合的。大丈夫か。こんな目に遭わしといて。そうだな。俺なしじゃいられない体になったらごめんねな。靠！お前こそ俺に惚れて女と恋愛できなくなっても知らないから。你们怎么可以到现在还这么保持清醒的，这么有毅力的在这边斗嘴？するか？え？勝負。望むとこ Oh ろだ。 my god！志成，我怎么觉得你好像掉入陷阱里了？先に落とした方が勝ちだ。先に落としたよ勝ちな。乗った。那个青少年演员很清爽哦，那气质。見てこれやばいっしょ。你们到毕业典礼这张天还在比啊？これでお前との腐れ縁も終わりだな。せいせいする。从那个时候就在傲娇，根本不想跟彼此结束友情。大学生活俺がいなくて張り合いないぞきっと。你看吧，先回头看的是你。说了这么多人的告白，怎么就是这个人？怎么最想要收的这个人，跟我是这莫名其妙的关系？亮、やっぱり何してんだよ。何って入社式。まさかまたやるか。勝負だよ。居然是在职场上重逢巧遇啊！先に出世した方が勝ちな。おはよう。
这么游刃有余的用一个微笑迎接你的早晨。おはよう。なんだよその顔。自己挖坑给自己跳始まったんだろ勝負。今更やめるなんて言わねえよな。你就不应该在这个时候提对决，不然他就晕船下去了。じゃあな。ごめんな。唉，藏了多年的心意，只能用这种方式表达给你吗？好的，这第1集看完了，故事从一个莫名其妙的发展开始了。小梁跟小泉2个大男孩，幼稚大男孩，从高中一路比拼到上班出社会。所有事情都可以一决胜负，所有事情都可以斗嘴，旁边人都习以为常，甚至他们2个，一旦提起斗嘴的事情，就一定要跟对方认真的吵到底，嘴上不能输的。然而实际情况是啊，他们2个其实早就心里面暗藏多年对对方的感情了。就说酒后乱性这种事情根本不可能发生，只有你本来就对对方有意思，酒后控制不住自己的情绪，才冲动做了你原本就想做的事情。2个人在对于胜负的认真跟较劲的背后，其实是想要透过这样子的方式，不断的维持跟对方的关系，跟对方的羁绊，好像永远都有下一件要一决胜负的事情，那就永远可以跟这个人维持联系，保持友谊。结果，你们2个都是暗恋对方，认识这么多年，真的都没有想过试着试探一下吗？喝了这么多次酒，就只有这次擦枪走火吗？不过，关于他们的故事，我们也才刚开始了解嘛，后续如何，还有他们过去还经历过哪些事情，都还是我们接下来要继续一探究竟的。到时候大概就会知道为什么他们终于直到现在才稍微捅破了窗户纸，让感情的进度往前那么一步啦。这一集就看到这边，下次见，拜拜。